皆さんこんにちは。近藤機関です。近藤機関では日本や世界の安全保障についてできるだけ分かりやすく、そして構造的な視点から考察しています。このような動画をこれからもご覧になりたい方はぜひチャンネル登録とベルの通知設定をお願いいたします。またこの動画が参考になりましたら高評価を押していただけると今後の動画制作の大きな励みになります。それでは本編へ入りましょう。今回は日本の防衛シリーズドローン時代の軍第1部見えない歩兵をお送りします。現在ウクライナ戦争では小型ドローンが歩兵や戦車だけではなく砲兵、補給部隊、指揮所、弾薬庫など戦場のあらゆる目標を監視し攻撃しています。さらに長距離ドローンは石油施設、港湾、発電所、軍事工場など前線から数百キロ離れた戦略目標にまで攻撃範囲を広げています。つまりドローンは一つの新しい兵器ではありません。戦争そのものの形を変える存在になりつつあるのです。その影響は軍隊の編成、装備、兵站、そして兵士一人一人の戦い方にまで及んでいます。しかしドローンがどれほど発達しても歩兵が不要になることはありません。敵地を占領し陣地を保持し都市や重要施設を継続して支配できるのはこれからも歩兵だからです。しかしその歩兵の姿はこれまでと同じではいられないでしょう。ドローン、AI、ネットワーク、無人機、各種センサーと一体になり情報を活用して戦う新しい時代の歩兵が必要になります。近藤機関ではこのような歩兵をスマート歩兵と呼んでいます。スマート歩兵とは単に最新装備を身につけた兵士ではありません。歩兵、AI、無人機、通信、センサー、電源、車両を一つのシステムとして運用し敵よりも早く情報を得て生き残り戦い続けることを目的とした新しい歩兵の概念です。今回はそのスマート歩兵について考察していきます。第1章ではドローン時代を生き残るために最も重要になるシグネチャー管理について見ていきます。第1章、シグネチャー管理。皆さんはシグネチャーという言葉をご存知でしょうか。軍事におけるシグネチャーとは敵に自分の存在を知らせるあらゆる痕跡のことです。人が発する体温、歩く音、無線機から発せられる電波、夜間に漏れる光、車両の排熱や排気、足跡や轍、草木が踏み倒された痕跡、これらは全て敵に発見される原因になります。これまでも歩兵は地形を利用した隠蔽や迷彩によって敵の視界から身を隠してきました。しかし現在の戦場ではそれだけでは十分ではありません。ドローンは昼夜を問わず上空から監視し、サーマルカメラは体温を捉え、電波探知装置は通信を捕捉します。さらに AI はそれら複数の情報を統合してそこに人がいるという可能性を瞬時に判断するようになっています。つまりこれからの歩兵は敵の目だけではなく敵のセンサー全体を相手に戦わなければならないのです。そのために必要になるのがシグネチャー管理という考え方です。シグネチャー管理とは自分が発する熱、音、電波、光、行動の痕跡などを総合的に管理し敵から発見される危険を最小限に抑える技術です。スマート歩兵が目指すのは隠れる歩兵ではありません。敵のあらゆるセンサーに対して見えない歩兵です。そのためには従来とは全く異なる装備が必要になるでしょう。例えば装備の表面温度を周囲の地形や植生に合わせて自動的に制御するアクティブ熱制御システムです。従来の赤外線低減装備は熱を逃がさないことが目的でした。しかし将来は自らの熱画像そのものを背景へ溶け込ませる装備が実用化されるかもしれません。敵のサーマルカメラから見れば歩兵の輪郭そのものが消えてしまうのです。迷彩服も大きく変わるでしょう。 AI が周囲の植生や地形、建物の色や模様を分析し戦闘服や装具の表面パターンを自動的に変化させる電子迷彩が登場するかもしれません。森林では森林の迷彩へ、市街地ではコンクリートや建物に合わせた迷彩へ、雪原では白を基調とした迷彩へ。歩兵が移動すればその迷彩も自動で変化します。しかも対象は可視光だけではありません。
近赤外線や赤外線など複数の波長帯に対しても発見されにくい迷彩が求められるでしょう。つまりスマート歩兵は迷彩服を着るのではありません。周囲の環境へ自らを同化させるシステムを身につける時代になるのです。しかしシグネチャー管理とは熱や迷彩だけの話ではありません。電波もまた極めて重要なシグネチャーになります。現在の歩兵は無線機、位置情報端末、照準機、ドローン操作端末など多くの電子機器を携行しています。しかしそれらが便利になればなるほど歩兵は多くの電波を発することになります。敵はその電波を探知することで部隊の位置だけではなく規模や指揮系統まで推定できる可能性があります。つまり通信能力が向上するほど自らの存在を知らせてしまうという矛盾が生まれるのです。そこでスマート歩兵には AI による通信管理システムが必要になるでしょう。通信が不要な間は各装備からの電波発信を自動的に停止します。通信が必要な場合でも可能な限り低い出力で極めて短時間だけ情報を送信します。部隊全体の通信タイミングも AI が制御し、複数の兵士が同時に送信することを避けます。さらに有線通信や光通信、指向性通信などを状況に応じて自動で使い分けることで敵に探知される危険を低減することも考えられます。これまで兵士自身が管理していた通信も将来は AI が最適化する時代になるのかもしれません。音も重要なシグネチャーです。装備同士が接触する音、武器を操作する音、歩行音、衣服が擦れる音。現在でも歩兵は静粛性を重視していますが、将来はさらに徹底されるでしょう。装具には振動を吸収する素材が採用され、部品同士が接触しない固定機構が組み込まれます。靴底も地面の状況に応じて変形し、足音を最小限に抑える構造になるかもしれません。しかしスマート歩兵の特徴は自分のシグネチャーを消すことだけではありません。敵を欺くことも新たな能力になります。例えば歩兵部隊と共に行動する随伴デコイドローンです。このドローンは歩兵から数十メートル離れた場所を飛行、あるいは走行します。機体には小型の発熱装置や電波発信装置が搭載されています。敵のサーマルカメラには人間に近い熱源として映ります。敵の電波探知装置には無線機を使用する歩兵部隊として認識されます。さらに歩行音や車両音を再現する音響装置まで搭載されるかもしれません。敵の偵察ドローンや AI がそのデコイを本物の部隊と判断すれば FPV ドローンや砲撃はデコイへ向かうことになります。その間に本物の歩兵は静かに別方向へ移動できます。つまり自分を隠すだけではなく、敵にそこにいると思わせる能力も重要になるのです。デコイは空を飛ぶドローンだけではありません。小型無人地上車両が草木を踏み倒し、轍や足跡を残しながら移動することも考えられます。複数のデコイを展開すれば、実際よりも大きな部隊が行動しているように敵へ錯覚させることも可能でしょう。偽の通信書、偽の補給書、偽の指揮書。こうした偽目標を大量に作り出すことで敵の攻撃能力を浪費させることもできます。これまでの偽装は自分の姿を隠すことが中心でした。しかしこれからは敵へ誤った情報を見せることまで含めてシグネチャー管理になるのです。さらに小型監視ドローンが歩兵の周囲を自律的に飛行することも考えられます。敵ドローンを先に発見し兵士へ警告するだけではありません。味方が発している熱や電波、行動パターンまで分析し、発見される危険度をリアルタイムで表示するかもしれません。危険度が高まれば通信停止、移動経路の変更、熱源の分散、デコイの展開、そうした対策を AI が提案するようになるでしょう。つまり歩兵は自分の感覚だけで生き残るのではありません。 AI と各種センサーが自分たちが敵からどのように見えているのかを常に監視し、生存を支援する時代になるのです。そしてシグネチャー管理は装備だけでは完成しません。同じ場所へ長時間とどまらないこと、同じ場所から繰り返し通信しないこと、同じ経路を何度も移動しないこと、活動の痕跡を残さないこと、こうした行動そのものも
シグネチャー管理の一部になります。AI は部隊の行動履歴を分析し、敵に行動パターンを予測される危険まで評価するようになるでしょう。つまりスマート歩兵とは装備だけではありません。戦い方そのものを最適化した歩兵なのです。これまでの歩兵はどう敵を倒すかを中心に進化してきました。しかしドローン時代のスマート歩兵はどう敵に見えないか、そして敵に何を見せるかを考えて戦う歩兵になります。シグネチャーを消すだけではありません。必要であれば偽のシグネチャーを作り出し、敵を欺き自らに有利な戦場を構築することも重要な能力になります。つまりこれからの歩兵は銃だけで戦うのではありません。情報そのものを武器として戦う時代へ入っていくのです。しかしこのような戦い方を実現するためには歩兵が身につける装備そのものを大きく変えなければなりません。続いて第2章ではスマート歩兵を支える個人装備と携行品がこれからどのように進化していくのかを考察します。第2章個人装備携行品の進化。ドローン時代の戦場では歩兵に求められる能力は飛躍的に増加します。敵を発見する能力、敵に発見されない能力、敵を欺く能力、味方と情報を共有する能力、ドローンを運用する能力、電子戦へ対応する能力、そして長時間にわたり戦い続ける能力です。当然ながらそれらを実現するためにはこれまで以上に多くの装備を携行しなければなりません。しかし人間が背負える重量には限界があります。現在でも歩兵の装備重量は 30kg から 40kg を超えることが珍しくありません。そこへドローン、予備バッテリー、電子機器、追加の通信装置などが加われば歩兵の負担は限界に達します。つまり単純に装備を増やすだけでは解決できないのです。これからは一つ一つの装備を独立して考えるのではなく、歩兵全体を一つのシステムとして設計する必要があります。その中核となるのが AI 統合端末です。現在でも軍隊ではデジタル地図や味方位置情報を表示する端末が使用されています。しかし将来の AI 端末はそれとは比較にならない能力を持つでしょう。周囲のドローンから送られてくる映像、味方部隊の位置、敵の推定位置、電子戦による電波状況、衛星や航空機から得られる情報、これらを AI が瞬時に統合し、その兵士に必要な情報だけを表示します。例えば右前方 200m に敵ドローン接近、左側の建物を利用して前進、通信を停止してください、熱源が敵に探知される危険があります。そのような判断支援を AI がリアルタイムで行うようになるでしょう。つまり歩兵一人一人が小さな指揮所を携行するようなものです。しかし高性能な電子機器は大量の電力を消費します。ドローン、 AI 端末、照準器、暗視装置、通信装置、電子明細、熱制御装備、これら全てを動かすには従来とは比較にならない電力量が必要になります。そこで重要になるのが統合電源システムです。これまでのようにそれぞれの装備へ個別の電池を搭載する方式ではありません。一つの大型バッテリーを中心に全ての装備へ電力を供給する構造です。兵士は個々の機器ごとに予備電池を持ち歩く必要がなくなります。AI が各装備の消費電力を監視し、必要に応じて優先順位を変更します。例えば交戦中には照準器や通信装置へ優先的に電力を供給します。待機中には一部の装備を自動的に省電力モードへ移行させます。さらには外部電源を接続すれば短時間で一括充電できるようになるでしょう。つまり電力もまた一つの兵端として管理される時代になるのです。さらに歩兵は自ら情報を取得するための無人機も携行するようになります。現在でも小型偵察ドローンは広く普及し始めています。しかし将来はそれだけでは終わりません。歩兵1人につき1機ではなく、軍隊全体で複数の用途別ドローンを運用するようになるでしょう。前方を監視する偵察ドローン、
屋内へ侵入する超小型ドローン、通信中継ドローン、デコイドローン、夜間監視ドローン。状況によっては小型攻撃ドローンまで携行するかもしれません。つまり歩兵は武器だけではなく小さな航空隊も一緒に運ぶようになるのです。こうした装備を人間だけで運ぶことは困難です。そこで重要になるのがパワーアシストスーツ、いわゆる外骨格です。外骨格は兵士の脚力や腰の負担を補助し、重装備を携行したまま長距離を移動できるよう支援します。階段や瓦礫地帯、市街地での活動能力も向上するでしょう。現在の技術では重量や電源など多くの課題があります。しかし電池やモーター技術が進歩すれば歩兵装備の一部として普及する可能性があります。スマート歩兵は人間の能力だけで戦うのではありません。機械によって身体能力そのものを補う時代へ向かっていくのです。しかしスマート歩兵の装備はただ高性能になるだけではありません。任務に応じて自由に組み替えられることも重要になります。例えば市街地での戦闘では小型ドローンや近距離通信装置を多く携行します。山岳地帯では長時間活動のための追加電源や補給装備を優先します。夜間作戦では高性能暗視装置や赤外線対策装備を追加することになるでしょう。つまり全ての兵士が同じ装備を持つのではありません。任務ごとに必要な機能だけを組み合わせるモジュール化が重要になります。武器も同様です。一つの銃に照準器、暗視装置、レーザー照準器、射撃管制装置、ドローンとのデータリンクなどを必要に応じて組み合わせます。その日の任務に応じて数分で装備構成を変更できる柔軟性が求められるでしょう。さらに歩兵を支える車両の役割も変化します。これまでの装甲車や歩兵戦闘車は兵士を輸送することが主な役割でした。しかしスマート歩兵の時代には車両そのものが移動式の装備基地となります。大量のバッテリー、予備ドローン、交換用センサー、各種モジュール、予備弾薬、医療資材、こうした装備を搭載し前線近くで迅速に補給や交換を行う拠点になります。歩兵は必要な装備だけを携行して任務へ向かい、任務内容が変われば車両へ戻って装備を組み替えます。つまり歩兵と車両は一体となって運用されるシステムになるのです。もちろんそれでも人間が運べる重量には限界があります。そのため将来的には小型無人地上車両が分隊とともに行動し、予備弾薬や予備バッテリー、ドローン、食料、水、医療資材などを運搬することも一般的になるでしょう。歩兵は戦闘に必要な装備だけを身につけ、残りは無人車両が支援する。このような分散型の兵站はスマート歩兵の重要な要素になると考えられます。このように見てくるとスマート歩兵とは一人の兵士を指す言葉ではありません。兵士、 AI、 ドローン、通信、センサー、統合電源、外骨格、支援車両、無人地上車両、これらすべてを一つのシステムとして統合した新しい戦闘単位なのです。ドローン時代の戦場では敵を早く発見し、情報を共有し、敵から発見されず生き残ることが勝敗を左右します。そのためには一つ一つの装備を性能を向上させるだけでは不十分です。歩兵という存在そのものを一つの情報システムとして再設計する必要があります。これが私が考えるスマート歩兵の姿です。今回はスマート歩兵の基礎となるシグネチャー管理と個人装備、携行品の進化について考察しました。次回はそのスマート歩兵を支える装甲、機動力について考察します。歩兵はどのような車両と連携し、どのような機動力を手に入れるべきなのか、そしてドローン時代に適した装甲とはどのような考え方になるのでしょうか。引き続き日本の防衛シリーズドローン時代の軍をご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。